この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。こんにちは。今日は iPhone 17シリーズと同時に発売された Apple の USB 充電器をレビューしていきます。知っている人も多いかと思いますが、Apple は iPhone や MacBook だけではなく、それらの充電に使うアクセサリー類も販売しています。今回 iPhone 17の発売に合わせて 40W ダイナミック電源アダプター最大 60W 対応というよくわからない製品名の充電器を出してきました。40W なのに 60W まで使えるのみたいな謎な製品名ですが、今日は実際にこの充電器をいろいろと試験しながらこの製品名の意味を紐解いていきたいと思います。その前にスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB がおすすめです。最近特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいとのことです。中国で非常に大規模で作っているので価格はかなり安いです。6層 100×100mm 基板で5枚$35。高密度設計で必須となるパッドオンビアが最近無料で使えるようになりました。6層基板用のクーポンも配布しているので、皆さんもぜひ色々と試してみてください。まずこちらが外観です。Apple 製品によくある角のない感じの丸みのあるようなデザインをしています。表面はツヤありの白ですね。充電出力は USB-C が1ポートです。プラグは折りたたみ式です。スペックはこちらです。出力電圧は 5V、20V の USB PD 充電に対応しています。出力電流が使用条件によって変わるようで、基本的には 2A 流せて、条件によっては 3A まで増えるようです。ちょっとどういう風な動作をするかっていうのはこれから確かめるんですけども、製品名にあるように通常時は 40W で充電して、条件によっては 60W で充電可能ということでしょうかね。ここを見てみると通常時は 40W で 60W にブーストできますみたいな雰囲気のマークが書いてあります。次にこの充電器の実際の充電の動作はどのようになるのかを見ていきます。こちらに用意したいろいろな機材で試してみたのですが、充電の相性がどうやらあるようです。最大の 60W で充電できる機材と 40W でしか充電できない機材がありました。例えばこちらのアンカーのモバイルバッテリーでは 60W での充電が可能ですが、ユーグリーンのモバイルバッテリーでは最大 40W でしか充電できません。なんですけども、ノートパソコンとか含めてほとんどの機材で 60W で充電ができています。なぜかユーグリーンだけ 40W だったので、ほとんどの機材で 60W 充電ができるかと思います。普通なら 60W で充電できてよかったねで終わるんですけども、ここからもう一歩踏み込んでみたいと思います。ここに並べたように最近の USB 充電器のトレンドとしては、充電電力を増やすか、本体のサイズを小さくするかのどちらか、またはその両方を取りに行っています。このトレンドを追い求めていくとどういう結果になるかというと、充電器で発生した熱を逃がすのが難しくなって本体が強烈に熱くなります。フルパワーで使うとだいたい70度ぐらいまで発熱することが多いです。このあたりは概要欄にある過去動画を見てもらえればどれくらい発熱しているのかがわかるかと思います。このように発熱が問題になってきているので、最近の USB 充電器は自身の発熱を検出して自動で出力可能な電力を低下させる仕組みが組み込まれていることがあります。いわゆるサーマルスロットリングによる加熱保護です。サーマルスロットリングによる加熱保護はメーカーによって味付けが結構違っています。これは充電器メーカーが想定している使用場面や充電器自体の設計思想が異なるからです。いくつかの種類を比べながら見ていきます。こちらは同じ電力クラスの他社の充電器です。左から Apple で定格 40W、アンカーの 45W、同じくアンカーの 65W、そして CIO の 65W です。こんな感じでサイズ感的にはだいたい似たり寄ったりといったところです。電力が多くなると当然充電器で発生する損失が大きくなるので発熱的に厳しくなります。なので熱を逃がすために表面積を広くする必要があるんですね。なんですけども、表面積を広くすることと本体を小さくすることというのは同時に成り立ちません。これが市販の充電器の設計で難しいところかと思います。あまりにも本体を小さく攻めすぎると熱を逃がすのが難しくなります。そうすると本体温度の過度な上昇を許容するか、充電電力を低くするサーマルスロットリングをするしかなくなります。
真ん中のアンカー2つはサーマルスロットリングはしません。CIO なんかはサーマルスロットリングします。実際 CIO のソロ2なんかは用途的にバッテリー充電を想定しています。設計思想的にサイズを小さくすることを優先しているんですね。なので 65W のフルパワーで使い続けるとサーマルスロットリングがかかって 55W まで電力を低くする仕様となっています。ただこれは見方を変えると理にかなっているとも言えます。というのも電池を充電するような用途ですと最初の何十分かはフルパワーで充電して徐々に充電電力を低くしていくような充電制御をすることが多いからです。話を Apple の充電器に戻します。この製品は 40W ダイナミック電源アダプター最大 60W 対応とあります。これはどういうことかというと基本は 40W の充電器として使うことを想定しているが 60W でも動かすことができるという意味です。先ほどの実験でも確認した通りですね。ただどのくらいの時間 60W で動くのかはまだわからない状態です。数分ぐらいの本当に短時間しか 60W で動かないのか、それとも数時間単位で 60W 出力ができるのかということです。数時間 60W で動いてくれればやるじゃんっていう風になるんですけども、実際はどうでしょうか。というわけで検証していきます。今回はこちらのセットアップで実験してみます。これが交流電源です。コンセントの電圧だと実験条件がばらつくので、これを使って安定したコンセント電圧を模擬します。そしてこちらが模擬コンセントにつながります。今回は壁コンセントに挿した状態を想定しています。タコ足配線だとタコ足の数とか挿す位置によって再現性が取りづらかったからです。このタイプのコンセントならどの家庭でも大体同じものを使っているので分かりやすいですからね。実際に使う場合、一番下に挿して使うことは多いかと思いますが、このコンセントの真ん中に挿した状態でやってみます。次、こちらが深い式です。実際の用途ですと充電されるデバイスに対応します。充電開始直後は 60W を全力で引いて、その後は USB 充電器の状態に応じて負荷を取るような構成になっています。そしてこれは電流、電圧、温度を測定するための計測器類です。実際に動いている風景はこちらですね。少しずつですが温度上昇しています。電流電圧も測定しているので、高温になった時どのような動作をするのか抜け目なく監視できます。実験結果のグラフを見る前に、まずこちらサーモグラフィーです。一番温度が高くなった時の表面温度は63度程度でした。最近の充電器ですと70度を超えることもあるんですけども、こちらの充電器は少し控えめな温度設定ですね。こちらが温度測定の結果です。少し見るのが難しいグラフなんですけども、一緒に見ていきます。まず横軸が充電を開始してからの時間です。左側の縦軸が充電器の表面温度です。グラフですと赤色の線が温度です。右側の縦軸が充電器の出力電力です。グラフですと青色の線です。最初、充電器からフルパワーの 60W の電力を引いています。それと同時に温度も上昇を開始しました。この状態でしばらく動作を継続します。実験開始から18分後に出力電力が 60W から 38W に低下しました。サーマルスロットリングが働いたということでしょうか。温度も65度まで上昇したので加熱保護が働いて出力電力を低くするように充電器側での制御が働いています。ちなみにこの部分で一度電力が 0W に落ちていますが、これは今回使った実験環境由来のものです。実際にパソコンなんかを充電している場合は、充電は停止せずに出力電力を 40W に低下させた状態で充電継続することは確認しています。こちらの後ろの部分の動作と同じということですね。加熱保護が働いて出力電圧が 38W まで低下して本体温度も低下してきています。その状態で10分経つと温度がある基準値まで下がったのか、再度出力電力を 58W に増やす動作となりました。それに従って温度も上昇を始めます。ただ出力電力を増やす期間というのは結構短くて、なんと2分30秒。なんか短くねって思った方は多いと思います。また 38W に出力は低下して15分くらい熱を冷ましてから再度 58W に出力は上がります。なんですけども充電器本体がすぐ熱くなるので2分15秒でまた出力電力は 38W に低下しました。その後20分くらいかけて熱を冷ましてから出力電力を 58W に増やすけど2分ちょいで加熱保護が働いて出力低下みたいなことになっています。
この実験からわかる通り、40W は連続定格電力、60W は短時間定格電力であることが分かりました。皆さんどうですかね？一見的にはこの充電器は使う人をかなり選ぶと思いました。なぜかというと、60W フルで使えるのは初めの20分くらいで、それ以降はほぼ 40W でしか使えないからです。こんな感じで使うパターンを3つに分けて考えてみます。スマホの充電しかしない人や 40W の給電でも足りるようなパソコンを使っている人はこちらの充電器を買っても OK かと思います。60W の充電を使うこともあるが、長時間の給電をしない場合は、買ってもいいけど、ちょっと微妙かなというところですね。40W 以上での給電や 60W で連続で給電をする必要がある場合は、そもそも電源としての能力が足りていないので買わない方がいいです。この場合はもうワンクラス上の 100W クラスの充電器を買った方が良いです。同じ電力クラスの他社の製品とこの Apple を比べた時に価格面や製品としての立ち位置を見ても本製品は正直微妙かなと思います。連続 40W 短時間 60W で1ポート6480円は正直言うと高いです。高級充電器です。USB 充電器って結構競争が激しい市場で、特に 40W から 60W クラスは相当な激戦区なんですね。例えば Amazon を見てみると 45W の充電器は Apple 製品の半額の3000円を出せばそこそこいいワンポート折りたたみ式充電器が買えます。65W クラスについても3500円くらい出せば Apple 以上のスペックを持った充電器を購入できてしまいます。そう考えるとこの充電器微妙じゃねっていう風になるんですね。一見的な結論としては、用途に合うのであれば買ってもいいんですけども、もっと安くていい充電器が他にもたくさんありますよということになります。ちなみに概要欄に Amazon で買えるおすすめ USB 充電器のリンクを載せていますので、興味のある方はぜひ概要欄を見てください。というわけで Apple から発売された 40W ダイナミックチャージャー過去最大 60W 対応を見てきました。次回の動画ではこちらの USB 充電器を分解して他の USB 充電器とどういったところが違うのかというのを見ていきます。というわけでもしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。